4色のキャンディー塗装をしていくイベントするときはお知らせしますんで、 CSM アークル氷漬けって感じでね、ロマンを感じる。もうちょっと綺麗に最悪でした。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回はこのガブの上顎の複製をして結局終わってしまいました。3色作ってね、あれはあれで面白かったね。あ、こんな印象になるんやっていうね。でも今回はがっつり改造していきますんで、もう任してください。で、前回の続きとして残りのパーツもね、実は複製しました。これパーツの内訳としては横の2つのパーツと真ん中のパーツと作って、ここは竹串で繋いでます。それでグラグラする感じで、ここにガチッとはまるようになりまして、裏から見るとこんな感じで、ちゃんとほらガブガブできるっていうね。いや、これ本当の意味で上顎複製ですやったで、このクーガごちそうちゃんを食べて、クーガの特徴が上顎に現れたという改造を今回いよいよしていきますので、ぜひチャンネル登録まだの方ポチッとお願いしますね。本当に改造やっていきますから、もうすいませんね、レジンで終わっちゃって。陶器と米店に会いに来てくれたたくさんのワンネスたちありがとう。もう10月やね。ちなみに2000年の10月1日、クーガエピソード34戦慄、荒川さんの脚本でね、大変でしたね。まあ僕の動画は平和に行くわ。最後まで見てね。で、早速行きましょうか。まずクーガさん見ていただくと、ここ特徴的なかっこいい角ありますね。これを作っていきましょう。でもこのクーガごちそうちゃん食べてガブの血肉になって特徴が現れるということは完璧な状態ではないと思うんですよね。例えばシャインマスカット食べて体シャインマスカットにならないですね。シャインマスカットですって歩いてる人見たことないでしょ。何この例えわからんけど、まあそういうことなんですよ。イワシを食べてでもイワシはあれか、長野さんがイワシになったとこ見てってやってたな。なんちゅう一致や、すごいな。よう俺イワシって言うたな。長野チャンネル見すぎやねんなまあいいや。で、この角を作っていきますが、クーガってどんな特徴があるかなってパッと考えた時に、まずポンと浮かぶのは平成一つ目のライダーってことね。だからそれに対して令和一つ目01です。はい、出ました。アタッシュカリバー。僕これ大好きなので、そのうち細かすぎて伝わらないに出したいなと思ってるんですけど、これのね、切っ先、これまずこっちの角に使いたいなと思います。そしてこっちの角、このガブちゃんにクーガの角を生やす。クーガごちそうを食べて、クーガごちそうを材料にして角を生やす。これいわば錬金術じゃないですか。そうか？まあ、ちょっと厳密には違うけど、似てるなと思ったんですよ。ここはゴリ押しでいくからな、ごっついてきてくれよ。細かいこと言うんじゃないぞ。で、同じ剣として、これいただき物なんですけどね、ありがとうございます。X ガッチャリバー、これ使っちゃりばーと思います。これ使っちゃりばー、これ使っちゃりばー、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 使っちゃりばー。どうも、編集中のパウチ、ヘンパウです。今年の4月ですね、僕のアカウントが乗っ取られる少し前なんですけど、ライダー戦隊変身チャンネルさんという YouTuber さんがいらっしゃいまして、その動画のクオリティがもうえげつないと。で、僕たまたま見つけて、なんじゃこりゃーと思って、すごいですねって書き込みをしたところからスタートなんですけど、僕の改造アイテムを使って4月頃に撮影をしてくださって、ついに公開されてるんです。えげつないクオリティ。もうえげつない以外に、あんま表現が見つからないんですよね。とにかくすごい超絶ド迫力の動画が上がってます。ライダー戦隊変身チャンネルさん、動画概要欄に貼ってるのでぜひ飛んで見てほしい。そしてその動画にコメントもぜひお願いします。ライダーとか戦隊のガチの特撮現場で仕事をしてた寺本監督とプロデューサーの根本さん、そして TikTok でめちゃくちゃ支持されてる倉本さんと土井さんという2人の俳優、そして役者でもカメラでも何でもやるよっていうオールマイティの中村さんという方ね。この基本的にこの5人でされてるチームです。場合によって俳優さんが増えたりスタッフさん増えたり、いろいろ臨機応変にされてるんですけど、こんな感じで撮影してたんですよ。本当にね、特撮ってこうやって撮るんだなと思って。で、メインで出演されてるお二人、本当に役者さんなので、うまいんすよね。ちょこちょこっとした打ち合わせで全て汲み取って、その場でやるっていうね。これはすごいもん見させてもらったなと思ってて、ようやく動画今公開されてますので、ぜひ見てください。3分間、あっという間やから。嬉しいねー。ちょうどね、こうやるとね、ほら、もう角っぽいでしょ。だからこれ完璧やなと思って。で、いい感じに歪になるというね、ちょっと違う形になるというので、この2つを使っていきたいと思います。分解します。改造スタート。このぐらいで取れへんかも。ここだけで。
取れた。よっしゃ。ほい、取れました。続いて、これはまずこっちをこうすれば取れやすそう。取れた取れた。やった。よし、取れましたで、なんとなくこれ形も共通してるね。すごいね。よし、それで、クーガの角としてこうやってね、こんな感じでつけていくんですけど、もうお分かりですか？ヒートガン！しゃあ、行くぜ！おー、柔らかくなってきたっぽいぞ。ちょっと曲がる、ちょっと曲がる。ぐにゅーんと。もうちょっと綺麗に曲がってほしいな。で、右手熱っ。右手熱っ。熱っ。ぐにゅーっと引っ張って。にゅーっと。なんか上がまだ硬いわ。もうちょっとにゅーっと伸びてほしいね。にゅーっと。熱っ、熱っ。熱っ。熱っ。でも、いいかも、いいかも。いいかも。いいかもしれん。かわいい。オッケー。オッケーです。よし、じゃあ今度こっち。いった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 。今度真ん中の部分ね。本当のやつは下が長いんだけど、まあガブちゃんの形上、それは別に採用しなくていいかなと。上だけの問題にしとこうかなと思います。で、使うのがマックス流ソージャーですか。余りパーツずーっとあるんですよ、これも。別の改造しようと思ってやったけど途中で終わったってやつですね。まあそんなんもありますよ。改造いろいろしてるとね。この部分だけ主に使いたいんですよね。これは特に意味はないです。このパーツは。ちょうど良かったのでっていう、そういうことなんですけど、これもハンダゴテでいきましょう。ハンダゴテハンダゴテで焼き切るプロセスのタイムラプス楽しんでいただけてますか？よし、取れました。あとはちょっと整えてね。すっきりしましたね。こんな感じのイメージです。いい感じいい感じ。多分良くなる。この辺邪魔やからこれ切っちゃおう。これもハンダゴティングからのニッパーで最後ハンダゴティング！まあこんなんでいいでしょう。じゃあ次こっちね。こっちももう飽きてくるよね。だからこんな感じに仕上げたのがこちら。はい、2つできました。ちょっと途中でね、ニッパーが折れるというアクシデント起こりまして、まあそれも乗り越えてね、こうやってクーガの角ができましたということで。いいね、これ改造中のアクシデントっていうのはね、なかなかいいですよ。怪我だけね、気をつけなあかんけど、やけどとかそういうのはね、もう僕はもう怪我のうちにカウントしてないので、そんなんはいいんですけど。ね、ヘッパー。ニッパーが折れたというパワーワード飛び出してるよ。聞いてた？気になるやろ。折れたとこ見る。いや、折れたところは取ってたけど、厳密には取れてないね。うわ、確かには硬いなと思ってグッて力入れたのよ。そしたらもう次の瞬間にはなかったのよ。まあほんでどんな風に折れたかはもう先日コミュニティに投稿した写真の通りですよ。みんな知りたい人コミュニティチェックしてね。いやびっくりしたよね。もうこれがね、この時にはもうなくなってんのよ。折れることあるんやね。金属疲労やな。まあ僕の使い方が荒いからですよ。ということで今使ってるニッパーが折れる時にはしっかりとその瞬間を撮りたいと思います。で、このパーツにこれをくっつけて、まあなんとなくこう滑らかなね、曲線にしたいなと思うんですけど、ニッパーがないので、まあハンダゴテでいけるとこまで行こう。ハンダゴテの可能性を試す時が来たぞ。もう今までこのためにね、散々ハンダゴティングって言ってきたような気してますよ。で、前回の動画でね、次回クーガの角を生やしてどうのこうのって言ってたでしょ。そしたらコメントで、お面使ったらいいかもねっていうの来てて、いや、ほんとね、そうだと思います。こういう微調整がめんどくさいけどちょっとこういうのやってみたいっていう人はお面使うといいよ。夏祭りとかで売ってるお面、まあ夏に限らずお祭りでね売ってるお面使うとちょっと大きさどうかわからへん、ガブちゃんにしっかり合うかどうかちょっとわからないんだけど、そういうの使っていっていいと思いますよ。やっぱりなんか素材にこだわってやらないぐらいなら何でもいいからとりあえずやってみるっていう方が僕は大事だと思います。でもまあ改造は自己責任でね、どうなっても自分の責任っていうので楽しんでね。さあ接着といえば G17 両方にたっぷり塗ってくっつけて剥がしてを繰り返してるとだんだん強くくっついてきます。で改めてバランス見た時に下の部分いらんなと思ったのでハンダゴテで溶かして切ってます。
陶器と込めて大盛況で終わりました。ありがとうございます。本当にたくさんの方が会いに来てくださって、陶器に興味持ってくださってね、いろいろ手に取って、これいいなって言って買っていってくれるっていうね。いや、幸せな空間が広がってましたよ。買ってくれた人どう？使い心地いいでしょう？もうビビらずにガンガン使って、陶器は使ってこそ毎日の食卓を彩ってくれるからね。差し入れもたくさんいただきまして、ごちそうもいっぱいもらって、いやー増えた、すごいわ。近場からも遠方からもみんな来てくださってありがとうございました。また特撮か陶器かわからへんけどイベントするときはお知らせしますんで、ぜひ会いに来てください。ワンです。で、ここに似合うような細いパーツないかなと思って探してきたんですけど、これ何のパーツかわからん。ここの下の細いところがね、割と合うんじゃないかなと思ったので、ちょっとこれでいってみよう。多分この辺からこう切れば、おー、いいですね、いいですね。いいですね。ここ溶かして、こっちとつなげよう。こんな感じで、さっきより空画っぽくなりましたね。やっぱここないと空画って認識できないんやな、多分。こうやって似せて作ってるとさ、普段何を見て、どの部分を見て空画って認識してんのかっていう、なんか自分の認識方法というか、自分のというか人のというか、人類の。いや、そこまで大きい話じゃないな。僕のにしときます。僕の認識方法っていうのがわかるね。確認できるね。こういうの面白いね。改造のいいとこを一つまた発見したんじゃないの。いや、これでもね、ワンネスたちね、わかるよ。今正直、あんまピンときてないと思うね。でも、カラーリング変えれば一気にそれっぽくなるっていうのはもう、今までの改造動画でね、数々僕は証明してきてますから。ちょっと待っといてくれ。そのうちバコーンって印象変わるから。花立花チョムさんという方がファンアート書いてくださいました。ありがとう。いや、笑ってるね。顔似てるわ。いや、チョムさんほんまありがとうね。さて続いてはガブの歯を装飾します。その歯に使うのは、CSM アークル。これ本当に大きさも造形もかっこよくて、僕大好きなんですけど、これを使いたいと思います。というと、パウチ正気 CSM アークル分解するのって思う方多いと思うんですけど、ごめんなさい。さすがにそれはできません。これは分解できない。でも使うんです。ここ、空画文字っていうの、古代文字、グロンギ文字。これをね、お湯丸で型を取って複製します。これはね、なんと親切なことに、磁石ですぐ取れるようになってるんですよ。はい、本当にありがたい仕様ですね。で、今回はシリコンじゃなくてお湯丸ということで、お湯丸はもう100均にも売ってますし、Amazon でも買えますけど、僕の手持ちのお湯丸全部突っ込んでね、ガブの型を取ってやってみたんですよ。普通のクリスタルレジンで型取りしてみたんですけど、それはこんな感じ。お湯丸の型でも結構綺麗に取れたかなって感じです。ただこの辺がね、かなり分厚いんですよね。これはしゃあないですね。だからお湯丸でも一応型取れるけど、シリコンの方が綺麗かなっていう印象ですね。で、その実験結果ももう分かったので、このお湯丸を溶かしてアークルの文字の型を取りたいと思います。キッチン行こう。さあ、お湯丸を熱湯に入れてドロッとした状態にする。別に沸騰させなくてもいいみたいです。で、冷める前にこうやって手で伸ばしていきます。熱いから気をつけてね。型を取りたい対象物を押し付けて、しっかりとお湯丸になじませていきます。これが変になっちゃうと型も当然変になるからね。はい、しっかり冷え固まりました。裏面を見るといいですね。閉じ込められてる感じ出てますね。氷漬けって感じでね、ロマンを感じるよ。さあ、それではこれを抜き取りましょう。そうするとこんな感じで文字まで割とくっきり出てるでしょ。お湯丸でもこういうのいけるんですよ。めちゃめちゃ手軽にできるからね。で、ここに UV レジン。全部埋める必要ないけど UV レジンたっぷりめにいこう。結構量使ったな。じゃあライト1分。いってらっしゃい。割と分厚いから裏からも当てよう。ほい。ちぎれないように慎重に剥がす。これでいきましょう。そしてね、この刃は一旦外します。で、ここに刃をつけていくんですけど、刃をつけるとなかなか塗装しづらいので、先に色塗っちゃおう。塗装ブース行こう。もうそらゴールドですよ。もともとガブの刃も金色だし、アークルのこの部分も金ですからね。いや、共通しててよかったですよ。一発目で刃の色全然違うよりもこっちの方が馴染みやすい。続いてもう角も塗っちゃいましょう。これは下の赤い部分につかないように慎重に塗ってます。マスキング絶対嫌やから。そしてクーガの顔の印象に近づけるために思い切って黒くします。これは実はね、一大決心でしたよ。いやー、続いて唇はシルバーですね。もうかなり印象変わりましたよ。で、古代文字には墨入れ塗料で墨入れ。これで文字がはっきりしてアークルに近くなりますからね。でもお湯丸やからそこまで綺麗に文字が出てなくて、なんか墨入れあんまりやったな。さてじゃあ刃つけていこうか。ニッパー買いました。これもコミュニティに載せましたけど、角田さんというメーカーのね、なんか割と有名メーカーらしくて
って信頼と実績らしいですよ。角田さん、ありがとうございます。案件お待ちしてます。よっしゃ、これでここの歯茎の長さに合うようにね、ニッパーで加工することができます。よかった、新しいニッパー、嬉しい。ほんなら、ちょっとこの辺削ろうか。こんなもんかな。おー、いいですなぁ。もう早速つけていこうっていうか、元の刃に使ってたグルーガンそのままあるから、グルーガンの再利用は、ハンダゴティングデイグデイグデイ。こうすると高温ですぐに溶けます。で、ここに、ザーンとね。で、あとはこの辺の隙間にも、見えてるかな。はい、グルーガンブリブリっと。オッケー、これで固まりました。ちなみにこれね、裏から見ると綺麗なんですよ。この下地の金が透けて、閉じ込められてるみたいになっててね、すごい綺麗なんですよ。怖え。一回折れてるからね、ニッパーね。また折れるんちゃうかなと思って。でもいいバランス。陶器と米店、父の陶器の販売イベントね。大盛況のうちに幕を閉じることができまして、ありがとうございます。次は11月デザフェスに出るよ。また会いに来てや。改めて告知するわ。ここは2本までかな。これで行くと、端まで一応入ってんのね。この丸のとこぐらいまで行くから、3つ使いたいけど、3つ使うとギュンっていっちゃうから。まあそれもバリのお面みたいで可愛いっちゃ可愛いんだけど、まあ2つかな。じゃあこの2つを両側に使うとしましょうか。こんな感じかな。いいんじゃない？おー、歯ができてきた。陶器と米店に一ノ瀬隼人さん来てくれて、もう特撮 YouTuber の大先輩ですよ。初めてお会いしてね、うわーっつって。まあその様子は一ノ瀬さんのチャンネルで動画として出してくれてますんで、そっち見ていただきたいんですけど、オロナミン C いただいてね。いい人って言うと、これ、なんだろう、営業妨害になるのかな。一ノ瀬さん、つかみどころのない変な人みたいな感じで多分売ってらっしゃると思うので、いい人っていうのは良くないんよね。営業妨害よね、きっとね。最悪でした。一ノ瀬隼人、最悪でした。って言っとく。ここだけ切り抜くなよ、絶対。あかんからな、そういうの。でも、ほんと言うと、めっちゃいい人やった。なんか、割と遠慮がちに突してきて。すごいいい人やった。いや、嬉しいね。ああいうね、なんか、来てくれる人なんやと思って。ありがたかったなほんと、一ノ瀬隼人さん。一ノ瀬隼人さん、チャンネル登録ぜひ。いや、嬉しいですよ。歯ができました。すごいね。やった。こういう感じでできるんやね。で、ここちょっと見て、ちょっとスキッパになってるでしょ。これね、実は海外ではここの真ん中のスキッパ可愛いっつって、無理やりなんか整形みたいな感じで歯医者さんで開ける人もいるぐらいらしいよ。これたまたまやけどね。プラスに捉えればそういうことになるよっていうね。そしてね、これだけじゃなくて、俺本当はね、アークルのど真ん中のすぐ横、青赤緑紫っていう、これもね、ちょっと要素取り入れたいなと思ってて、なんかどっかないかな、どっかできひんかなと思うんですよね。例えば左右この2つずつ、これ色変えるのありかな。どうなんやろう。ここ目尻いいかも。笑顔が印象的なゆうすけさんのね、こう目尻いいかもな。割とこれ切ってみよう。怖っ。ここに青赤緑紫やりましょうか。じゃあ貼る前に塗った方がいいので、もう一回塗装ブース行こう。これまずシルバー下地拭いてから4色のキャンディー塗装していく青ごめん。めっちゃピンボケ。4色のキャンディー塗装していくだけやねんけど、なんかわかる。めっちゃ幸せやった。はい、すごいちっちゃいけど塗れました。これは文字のところは墨入れしない方がアークルのパーツっぽいので、このままいきます。本当はでもこのパーツね、ちょっと板チョコの一つ分っぽいでしょ。一かけっぽいから、板チョコでもよかったかなと思うんですよね。ガブでお菓子つながりで。でもこの古代文字がね、都合よく余ったので、今回はこれにしましたけど、チョコレート案も捨てがたかった。で、これを貼り付ける前に、ちょっともう一つ考えてたことがあって、ここがね、くぼんでるんですよね。横から見るとわかるかな。くぼんでるんですよ。これがやっぱ気になるので、適当にカレンダーを切ったメモ帳ね、もう紙でいいんじゃないかなと思って、このぐらいあればいいかなぐらいで切っといて、なんとなくこんなもんかなーって合わせながら適当にやってます。じゃあまた G17 をちょっと塗って、紙やから少量でくっつくでしょ。いいんじゃないかな、こんなんで。で、この紙の四隅というかね、ここに G17 少し塗って、これでくっついてもらいましょう。そしてここに UV レジン全体にうっすらとね。いってらっしゃい。
紙とレジンでも結局同じ色を塗ると割と馴染むっていうね。なんかの時にこの技使ってみて。よし、次にクーガのこの額の赤い丸ね、あれ象徴的ですから絶対にやりたい。また UV レジンです。もう適当にね丸いの作るんですよ。これ勝手に丸く広がってくれますから。こんな感じやね。ぷっくりしました。1分いってらっしゃい固まったら工作板から外して裏面に赤を吹きます。額にグルーガン塗って貼り付けるだけ。ほら、何かが閉じ込められてるような微妙な質感になったでしょ。これは下地のゴールドとグルーガンが綺麗な赤色を邪魔してこんな感じになってんのね。さあ続いて目尻にグルーガン塗って2色ブロック貼り付ける。反対側も同じ。めちゃめちゃ簡単工程なので塗装ブースでやりましたと。ウェイ。そんなこんなでザーン完成です。まずこれが元々の変身ベルトガブね。まずこれで普通に変身しますね。はい、スピーディーにいきますね。いやーっつってね。はい、変身しましたと。そしてクーガゴチ像で変身するとスタートアップ。3、2、1。間に合ったギリギリ間に合ったね。こんな感じでクーガにこう変形すると、そういう想定でございます。よかった、なんとかできたぞ一発で。いや僕やっぱりお気に入りポイントここですね。これ横にこう出てて、しかも少し斜め上向いてるって、このバランスがねめちゃくちゃ好き。顔は思い切って黒にしてよかったなと思います。はいガブガブしますね。かわいいな、すごいな。こんな感じで無事改造できましたと。裏向くとこんなんですね。もうこのジョイントパーツは今回塗りませんでした。これがイートライダーシリーズというね、僕が変身ベルトガブでやっていきたい改造なんですけど、第1弾としてクーがやりましたが、こんな感じでレジンでどんどん複製していってね、いろんなライダーこっからやっていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、ゆくゆくは展示会でね、いろんなライダーの上顎を飾るというのをやりたいんですよ。めっちゃいいやろ。夢広がるやろ。今回の改造はこんな感じです。いや、イートライダーシリーズパウチよかったよっていう方、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。あと最後に1個サムズアップの要素を入れてほしいっていうご意見もいただいてて、ここの部分どっちかをサムズアップ、なんかこんな感じでこうかなこんな感じでやろうかなって思ってたんですけど、角が邪魔であんま目立たないなっていうのと、目立つようにニョッとすると今度目立ちすぎるなっていうので、アイデアは素晴らしかったと思います。ありがとうございます。というわけで次回の改造動画もチャンネル登録して待っててね。ワンネスのポレポレ。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。